今日のタイトル的に言うとね、無気力な人々、無気力な人たちへみたいな話かな。無気力に対してやる気っていうものね、何なんだろうって思うと、おそらくなんだろうな、嫌なことを嫌っていうことだと思うんです僕。これが多分ね、それこそ学校ないし会社ないしで、嫌なことを我慢するっていうことに慣れすぎる。例えば仕事とかね、これ本当は嫌なんだけど、本当はつまんないんだけど、なんかね、やれって言われてるしやるかとか、これお金がもらえるからとりあえずこれやんなきゃかみたいないうので、ちょっと無気力化していく、やる気がなくなっていく、つまんなくなっていくと僕は思うんですよね。だからこれ嫌だなって思うことね。でそれをしかもできればただ嫌でいいダクダクというか、ただ受け入れるのではなく、それに対してね行動が起こせるかってことがね大事なんですけど、そこでただ嫌なままで、要するに泣き寝入りしてたら多分無気力になるんですよ。ただね、大概の場合はね、これね、泣き寝入りせざるを得ない状況にいろんな面で追い詰められてるのは事実ですよね。一言で言うとお金ですよ。お金とか時間によって追い詰められてくね。部屋のさクローゼットの中にさ、もうなんか気づいたらボロボロの服がどんどん増えてくじゃないですか。なんかボロボロの服っていうか、クローゼットの掃除とかすげえだるいじゃないですか。だけどなんかとりあえず見ないふりをしてそこにですね、あとこういっぱい詰めてですね、要するにクローゼットというか部屋の中汚いじゃないですか。その汚いままになっちゃうじゃないですか。これをどこかで清算しないといけないんですよ。ね、例えば一人暮らししてる人だったら分かるけど、家賃ってね高いんですよね。東京だったらいくら、もう今だったらいくらなんだろう。中央線例えば荻窪とか高いかな。ちょっと外したとして6、7万だよ。もうちょっと地方都市だったらね4、5万はあるかもしれないけど、言ってもやっぱね、最低でもやっぱ5万とかかかるじゃないですか。家賃って高いじゃないですか。簡単に言うと自分の生活コストの中でかなり大きいじゃないですか。その家賃ね、例えば東京で7、8万払ってるとして、その一角年間1万円以上かかりますよね。クローゼットだって1万円なんですよ、あれ月。だって広さのだいたい割り算したらそうなるじゃないですか。そしたら年間12万円を損してると思うんですよね。全くそのクローゼット使えてなかったら、なんかゴミの山じゃないけども、なるべく開けないようにしてたら、だったらどこかの一日をですね、そのクローゼットの掃除に使って一旦全部のものを出して捨てるとかね。これがね結構僕家はね持ち家ですけど、田舎の方でねですけど、たまにやります。クローゼットの掃除っていうか、気づいたらユニクロのパーカーがいっぱいで、同じ色のなんか T シャツがいっぱいみたいなね。僕もそんなのありますよ。なんでたまにこれ清算しないとなと思って思いついたようにですね掃除をすると。でこれが結構一つのクローゼットの話なんですけど、これが嫌な仕事だったら嫌な人間関係だったりの清算とねとても似てるんですよね。なんで大体その無気力になる原因っていうのは、あまりにも掃除が大変すぎて、だけどそれはどうにか改善しないといけないことは分かってんだけど、自分の本当は改善するべきことを見て見ぬふりをしてきたことがすごく累積というか溜まってった挙句、最終的にどうにもならなくなった状態なんじゃないかなと僕は思うんですよ。なんで実はそういう人の最初のスタートラインとしていいのはね、やっぱ部屋の掃除ですよ。とか机の上の掃除とか、僕ちょっとやっぱやりますね。机とかもうちょっとこれ改善できないかなとか、机周りの改善っていうのをすごい考えますね。とか部屋とかで、この自分の周辺の改善を考えることっていうのが、これがアニメ私塾全体の改善どうしようかなってことにつながるんですよ。アニメ私塾どうしようかな、これもうちょっとこれこうできないかなできないかなみたいな、これダメだったなみたいな、自分の仕事の改善する癖っていうのかな、につながるんですよね、その思考として。でもちろんそれはね、一枚の絵もこれもうちょっと改善できないかなってね。僕結構改善するのが趣味なんですよ。だから
そうこれ結構ね改善するのが趣味なんで、この2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい僕筋トレやってなかったんですよ。なんかねゴルフ肘でなんかちょっと手が痛いなみたいな感じでちょっと筋トレやめてたんですけど、今日なんか鍼灸整骨院ってこれ筋トレやっていいですかねみたいな、肘とかいいんじゃないんですかって言ってじゃあ今日から筋トレを再開しようみたいなね。まあこれね全部何かっていうと全然どうでもいい話のように見えますけど、常に現状維持とか現状と同じことをし続けるんじゃなくて、何ヶ月前の違和感これが今どう改善していくかねっていうのをなんか日々ですね刻一刻と自分の体もメンタルも常に変化しているんですよね。自分の変化に合わせてトレーニングを変える、やる仕事を徐々に変化させる。で自分の何でしょうね、機微というか細かい変化に敏感になりながらそれに合わせて行動を変えるっていうことが僕はやる気を維持することだと思うんですよね。どうですかどうですかもうそれに尽きると思うんですよ。だからこれが無気力な人はまず自分に対してすごく鈍感、嫌なことをやり続ける。本当はね、例えば食いたいのかもしれないけどね、夜中にラーメン食ってなんか胃もたれして気持ち悪いのになんかそれ食わねえと俺今日はやってらんねえなみたいな、なんかねそういう日、まあ僕も20代はそんなでしたよね。いや20代ぐらいまでやってそれいいと思うんだけど4050になってきてそれはちょっと厳しいんじゃないかな、自分の肉体的にもねみたいな感じで、まあそれはその時その時でね変わればいいと思うんですけど、なんでしょうね、それ本当にいいと思ってる、それ本当に自分のためになると思うみたいなことをですね、なんか日々、自分が良くなることを中心にちゃんと考えられてるかなっていうね。カバンを毎回全部出す。俺必ず出張ね、月1東京とかね、先月は京都とか行ってましたけどね、その旅行バッグを必ず全部出す。そうね、だから皆さんもうその日々使ってる道具をもう全部出す。そうで大体ね、大体部屋汚い人って自分のバッグの中何入ってるか分かんないでしょ。ぐちゃぐちゃになってよく分かんないレシート入ってるみたいなね、なりません？だからなるべく自分の中で不明瞭なものとか曖昧なもの、不確定なものみたいなものを日常の中から一手間かけて排除するんですよ。で結構僕が思うのは物探す時間って結構皆さん長くないですか？なんかせっかく絵描こうとかさ思ったのにあれない、なんか左手デバイスないぞとかなんか接続のやつあれないぞとか言ってさ30分1時間経ってる間に気づいたらやる気なくなってません？そういうことないですか？久々に絵でも描くかっつったらその絵を描くための道具探しで実はなんか時間がなくなりなんかやる気がなくなっちゃうみたいなね。だから結構ね思考の整理術みたいなものが結構大事なんですよ。でこれ絵と関係ないじゃんって話なんですけど、実はめちゃくちゃ絵を描くことそのものなんですよ。なんでかっていうと絵ってその僕のね、この前出したレイアウトの描き方の本にもあるようにね、絵の中で優先順位っていうのがあるのね。そうまずこれを見せるとね、だからこれを中心に置きますと、中心っていうか中央に。でそれ一番大事なことがこれ、その次に大事なその次に見てほしいのがこれ、そしてそのメインとサブを引き立てるかのようにモブというのかな、その他を描いていくとっていうふうに、思考がちゃんと整理されてないと人に伝わる絵って描けないんですよ。ね、これがですね、いやこういう世界観でこういう設定のものを描きたかったんだけれどね、だけど絵も上手くなりたいからここでこう難しい走りの斜めのポーズとか描いとかないとやっぱこれからアニメーターとしてダメかなと思いながらも色も上手く塗りたいんですみたいなその一つの絵でしかも今その画力がない状態でやろうとすること増やしすぎると、結果としてうまく描けないからやる気が、うまく描けないとね基本ねやる気出ないです。やっぱりね絵があんまり上手くないっていうのかな、今うまく描けないと結構やっぱ萎えるじゃないですか気持ちがなので今全然そんな画力が高くないんだったらまず低いハードル
簡単な絵から、簡単っていうのはある程度これだったら描けるぞみたいなね、いうようなものから着実に潰すというか描けるようになった方がやる気出ますよ。ね、僕だったら僕結構特殊だったんですけど、例えばね、細かい絵を描くとか綺麗ななんかね線を描くとかって僕苦手なんですよ。昔その学生時代、今だったらねプロだからもちろん描けますけど、ね、今もどっちかというと設計とかレイアウト、絵コンテ、要するに大まかな設計の方がどっちかというと僕得意ですけど、今もね得意は得意なんですけど、どっちかというと細かい絵綺麗な線の方が、今も好きか嫌いかで言うと描けるけど好きではめちゃくちゃ好きではないって感じかなそうね。それで言うと僕は最初にやったことは絵コンテを描くことでしたね。そう絵コンテ描いてみましたね。それは3年ジブリのねブースの方で売ってるやつにもある通りなんですけれども、はい。なんで自分が得意とか自分が好きなものからまず攻める。でそうすると当然ながらなんだろうな、実行できないですよ。いきなり絵コンテなんか描いたところでそれをアニメにできないぞ。じゃあ1カット1カットちゃんとね描けなきゃダメなんだなっていうのでアニメのサークルに入って先輩に教わってみたいな、こうやって、その当時のね、今だったらクリスタとかね YouTube で簡単にそういうの方法いろいろ知れますけど、まずぼんやりこれやりたいぞ、でそれを実行してみた。そしたら壁にぶつかった。そしたらその壁の、越える方法を探す。そして、やってみる。でまた壁にぶつかった。そしてその壁の越え方を探すっていうのをねひたすら繰り返せばいいだけなんですよね。なのでまずぼんやりと自分は何したい人なのかっていうことと、それを一番最短で簡単に、叶える方法何なんだろうかとね。僕これ結構ねよくっていうか最近は散歩配信してないからだけど結構例え話で言うんです。アニメーターになりたいんだけど専門学校に行くお金がないので、アニメーターのねないので、アルバイトに行こうと思うんだけどアルバイトの面接に行くための服を買いに行くのがめんどくさいのでアニメーターを辞めたっていうね。僕これちょっとしたね、これ何回も言ってるので今ね空で言えましたけど、言ってる意味わかります？アニメーターになるために専門学校に行かなきゃいけないだろうと。で専門学校に行くためにはお金が必要ですよ。ね、すごいお金かかりますよ専門学校。で専門学校に行くお金を貯めるためにアルバイトが近所のコンビニでバイトしようと。でもその近所のコンビニでバイトしようと思うんだけどそこにね面接しに行かなきゃいけないじゃないですか。そしたらさ、そこに着ていく服を持ってないなということに気づいてアニメーターになるのをやめた。これね笑い話みたいですけど皆さん似たようなことしてますからね。そうね、アニメーターになりたいんだったら絵描きましょう今。そうアニメーターになりたいんだったらアニメーターっぽい絵を描きましょう今から。今すごい下手でも何でもいいから。それが一番アニメーターに近づく方法であって、コンビニのバイトの面接をしに行くことじゃないし専門学校に行くことじゃないし、ね、それらがもし必要ならばそれは自分がある程度書いてみて専門学校必要だなって思ったらね、その専門学校本当に行かなきゃいけないのかなって調べてみてください。ね、そしたら専門学校でこういう勉強するんだ、あれだったらアニメ塾でいいんじゃないって思うかもしれないです。分かんないですね。それは別に専門学校行くことが 100% 悪いことではないけどね。ただこうやって皆さんはなぜか不思議な回り道をしてなぜか最初の希望と違う行動をいきなりしてる人、これ見てるとめちゃくちゃ多いです。本当今笑い話みたいに聞いてるかもしれないけれど本当にそういうよくわからない行動を結構皆さんしてます。そうなので本当にそれなりたいんだったらこっちじゃないですか。それ本当にそれって必要なのみたいなね。自分のしたいことがわからないんじゃなくて自分のしたいことはうっすら分かってるけれどそれはどうせ無理だと思ってやしませんかというのと、自分のしたいことがあまりにもでかすぎてそれに絶対たどり着けないだろうっていうことだから、自分のしたいことがすごいねでかい
でかいことだとしてもそれをすごいミニマム化って言ってすごいちっちゃくしてそれをやることだと僕は思うんですよ。例えばね、いきなり登山をしたいってさ、ハードル高くないですか？あんな山、まあ、今だって熊とかいるからさ、登山したいなーってね、俺も思ってました。こう東京のさバスとか通いながらさ、2013年とかさね、ずーっとさ、銀のさじってアニメやってたんですけど、ずーっとアルコールストーブの作り方とかいう謎の動画見てわかります？ひたすらですね、なぜかその登山道具を買い込み、なんかそのアルコールストーブを作ってみることにはまってみ、そしてみたいな、まあ山とか登山とかしたことないのにでやることって何ってね、アニメスタジオにこもってる人が登山をすることとアニメスタジオでこもることってすごい対極すぎません？この間って何って言ったらさ、まず散歩することなんですよね。公園をとかね、あと近所のちょっとした丘とかを散歩することなんですよ。そう、これが一番山登りのスタートラインなんだよね。田舎の方に住んでんだったら、田舎じゃごめん、東京の方に住んでんだったら、あの辺り散歩すればいい。なんだっけ、西武球場とかあの辺りがいいよ。あの辺りまでこう散歩してみると、それで登山の体力つくからね。いや、これ何かっていうと、いきなり山登ろうと しようとしてませんかってことですよ、ね。そうするとね、あまりにも大変すぎる、あまりにも過酷すぎるので、それ無理なんですよ。でやることって、今家でこう引きこもってアニメスタジオにこもって絵描いてんだったら、その間ってそれになるよねみたいな感じのことをやりましょうってこと。いきなりアニメーターになる、アニメ監督になるのは無理だよ。なのでまずやることってタダでできること、なるべくタダでできること。今だったらスマホでかなりいろんなことできますね。メモ帳をね100均で買ってきてさ、そこにグリグリってさ、鉛筆書けじゃん。これ200円ぐらいでできますよ。ね、200円ぐらいでまずできることから始めるの。でそれをスマホでカチャカチャ取ったらさ、ね、スマホだって段ボール、今ねそういうのねいくらでも調べたらできるし、それこそ AI に聞けばさ、俺金ないしスマホ持ってるのこれとこれだけどアニメやりたいんだけどどうしたらいいって言ったら多分教えてくれるよ段ボール箱のとこに置いてさ、スマホをテープとかで固定してさ、カチャ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 取ってってさ、それ iMovie につないだらさ、それでアニメになりますよ。だからできないってことはないんですよ今。本当ね、できないと思ってるのはあなたの心ですってやつですね。そう、あなたの心ができないと思ってるだけなんですよ。